近未来都市の夜、街中のホログラムが眠らない人々の夢を映し出していた。夢を他人と共有できる社会になってもう10年が経つ。配信人時に奥村誠司は今夜も一人夢の受信モードで眠りにつこうとしていた。俺は毎晩誰かの夢を受信する仕事をしている。配信エラーを検出する肌の技術者だ。その夜、聞きない情を示した瞬間、全てが始まった。なんだこの受信アラート。夢の中に見知った顔があった。奥村は夢から叩き起こされた。心臓が激しく鼓動していた。ねえ、弟は半年前に死んだ。なのに夢は確かに蓮だった。翌朝、奥村は会社のサーバーロムに直接アクセスした。送信元不明、生体認証失効済み。生体認証が失効するのは登録者が死亡した時だけだ。失効済み、生体認証が失効するのは死亡した時だけだ。もう3週間、毎晩同じことが起きている。そして夢の内容が毎回少しずつ変わっていた。蓮は何かを伝えようとしていた。だが夢の中では声が届かなかった。送信元を逆引きすると廃棄されたはずの研究施設の住所が浮かんだ。大神経工学研究所廃棄施設なのに。その夜、奥村は傘持たず施設へ向かった。錆びついた扉の向こうに何がある。行くしかない。廊下の壁には脳破棄と無数の実験体の写真が並んでいた。そこに弟の顔があった。ねえ、なんでお前がここに。その瞬間、照明がついた。女研究者は最初から奥村の来訪を知っていた。来ると思っていました。奥村誠司さん。奥村の中で半年分の悲しみが怒りに変わった。蓮に何をした。雛川は揺れなかった。暴力は意味がありません。あなたの弟は自分から指南したのですよ。怒りが抜け落ちた後に深い混乱だけが残った。自分から画面には弟直筆の同意書が表示された。これが弟さんの署名です。本人の意思でした。その言葉が奥村の世界を塗り替えた。ドリームループ実験、死後も夢を送信し続ける装置です。弟は言いました。兄に伝えたいことがあると。奥村はそのまま壁に崩れ落ちるようにして止まった。なんで俺に言わなかった。雛川の言葉は静かでだからこそ重かった。弟は末期の病でした。余命を告知された時、この実験をした。直接会って話す時間はもうなかった。蓮は病気を俺に隠していた。心配させたくなかったんだろう。そういうやつだった。装置のバッテリーがもう限界だった。装置の残量はあとわずかです。今夜が最後の送信になる。受け取りますか。奥村の手は震えていた。恐れからか期待からか。奥村はゆっくりと目を閉じた。頼む。今夜の夢は違った。今回は声が届いた。兄貴、怒るなよ。隠してたのは俺が弱いところ見せたかなかっただけだか。奥村の意識は夢の中でようやく弟と向き合っていた。バカ野郎。それが弟が伝えたかったたった一つのことだった。伝えたいことは一個だけ。ありがとう。俺の兄貴でいてくれて。蓮の輪郭が静かに光へと溶けていった。じゃあな。引き止めたかった。でも夢には逆らえなかった。待て、まだ。奥村が目を開けると現実が戻ってきた。送信完了。バッテリー切れ。これが最後です。雛川は静かに自分の罰を受け入れていた。この実験は倫理的に認可されていません。私は処罰を受けることになる。奥村の中に怒りと感謝が同時に存在していた。
弟がお前に頼んだのか？その瞬間だけひな川の仮面がわずかに崩れた。依頼人が一番大切にしていた人に届けるのが私の仕事でしたから。蓮はもう送ってこない。でも俺はあの夢を受け取った。ちゃんと最後まで。外の空気は冷たくて澄んでいた。あの頃から蓮はいつも笑っていた。夢がなくても俺には蓮との記憶がある。この街では今夜も誰かの夢が誰かに届いている。面白かったらチャンネル登録お願いします。